美咲、スマホから急に大きな音が鳴ったらどうする？あの音って緊急地震速報？そう、それ。名前を聞くだけでちょっと緊張する。わかる。音も大きいし、すぐ強い揺れが来るかもしれませんっていうお知らせだからね。この前、熊本でも大きな地震があったよね。うん。被害に遭った皆さんが少しでも早く安心して過ごせるようになってほしいね。日本に住んでいても地震が少ない国から来た人は何をすればいいかわからないかもしれない。そうだね。しかも警報が鳴ってから考える時間は数秒しかないこともある。数秒。じゃあスマホで地震の時どうするって検索している時間はないね。その検索は今日一緒に終わらせよう。ということで始まりましたレイトナイトジャパニーズチャット。私たち美咲とのぞみがお届けします。今日は日本で地震が起きた時にまず何をすればいいか優しい日本語で話します。じゃあ家にいる時に警報が鳴りました。最初にすることは火を消す。それより先に自分の体を守る。あ、火より自分が先なんだ。そう。揺れている時に無理にキッチンへ行く方が危ないこともあるからね。じゃあ具体的には？まず頭を守る。丈夫な机が近くにあったら机の下に入る。机がなかったら？クッションやバッグで頭を守って倒れそうな家具や窓から離れる。すぐ外へ走った方が安全じゃないの？慌てて外に飛び出さない。上からガラスや看板が落ちてくるかもしれないから。なるほど。警報が鳴ったら火、外じゃなくて頭、安全な場所。そう。まず身の安全。火の確認は揺れが止まって安全に動けるようになってから。頭を守る。慌てて外に出ない。まずこの2つだね。でも地震は家にいる時だけ来るわけじゃないよね。そう。電車やバスに乗っているときはつり革や手すりにしっかりつかまる。勝手にドアを開けようとしないで案内を聞く。そうそう。駅員さんや乗務員さんの指示に従ってね。エレベーターの中だったら近い階で止めてドアが開いたら降りる。閉じ込められたら非常ボタンで助けを呼ぶ。外を歩いているときはブロック塀や看板、窓ガラスに注意。頭を守りながら危ないものから離れるんだね。デパートや映画館みたいに人が多い場所では出口に走らないで係の人の指示を聞く。みんなが同時に走ったらそれも危ないもんね。場所によって行動は違うけど共通しているのは慌てない、頭を守る、周りを見る。3つ一緒に覚えよう。慌てない、頭、周り。ここでとても大事な例外があるよ。例外？海の近くにいるとき。津波だ。そう、海の近くで強い揺れを感じたらすぐに海から離れて高い場所へ逃げる。津波警報が出るまで待たないの？待たない。弱い揺れでも長く続いたときはすぐ避難する。避難は安全な場所へ逃げることだよね。そう、高台、つまり周りより高い土地や津波避難ビルへ行く。海だけじゃなくて川の近くも離れた方がいいんだよね。うん、津波は川を登ってくることもあるからね。一旦逃げたらすぐ戻ってもいい？津波は何度も来ることがある。警報や注意報が終わるまで安全な場所にいる。海の近くでは待たない、戻らない。地震の時って難しい日本語が急にたくさん出てくるよね。今日は特に大事な言葉を4つだけ覚えよ4つだけならいけそう。1つ目、緊急地震速報。長い。意味は強い揺れがもうすぐ来るかもしれません。音が鳴ったらまず頭を守る。2つ目、避難。危ない場所から安全な場所へ移動すること。3つ目、避難所。家にいられない時にしばらく安全に過ごす場所。学校や公民館が多いね。避難は行動で、避難所は場所。その通り。4つ目は余震。大きな地震の後にまた起きる地震だね。うん。揺れが一度止まっても倒れそうな建物や崖には近づかない。緊急地震速報、避難、避難所、余震。この4つがわかるだけでも情報を聞きやすくなるよ。でも地震が来る前にできることもあるよね。もちろん。まず家具を固定する。固定するは動かないようにすること。そう。特にベッドの近くやドアの前に大きな家具を置かない。倒れた家具で出口が塞がるかもしれないからだね。次に水と食べ物。水はどのくらい？目安は1人1日3リットルを最低3日分。1人で9リットルか。思ったより多い。食べ物も最低3日分。いつも食べているものを少し多めに買って使ったらまた買う方法でもいい。ローリングストックだね。
特別な非常食だけじゃなくていいんだ。あとは薬、懐中電灯、モバイルバッテリー、簡易トイレ。私はお菓子も入れたい。いいと思うよ。安心できる食べ物も大事。じゃあバッグの半分もチョコに。夏は全部溶けるよ。あ、防災って季節も考えるんだね。そういうこと。全部を1日で揃えなくてもいい。今日、水を1本多く買うところからでも始められるよ。地震の後ってテレビもスマホも日本語ばかりになるよね。だから地震がない時に外国語で情報を受け取る準備をしておくと安心。何を使えばいい？観光庁が監修しているセーフティーティプスというアプリがあるよ。何を教えてくれるの？緊急地震速報や津波警報などを15の言語で受け取れる。日本語が読めない友達にも教えてあげたいね。それから自分が住んでいる町の避難所を地図で一度見ておく。地震の後に初めて探すのは大変だもんね。家族や友達と電話がつながらない時、どうやって連絡するかも決めておくといいよ。災害の時は電話が混んでつながりにくくなることがあるんだよね。大きな災害の時に使える171という声の伝言板もある。私は大丈夫ですって声のメッセージを残せるんだ。アプリ、避難所、連絡方法、この3つはスマホが静かな今確認しておこう。今日の話を聞くとちょっと怖くなる人もいるかもしれないね。でも防災はずっと怖がるためにするんじゃない。何をするか知っていたら急に揺れた時も最初の一つを選べる。そう、警報が鳴ったらまず頭を守る。慌てて外へ飛び出さない。海の近くで強い揺れ、または弱くても長い揺れを感じたら待たずに高い場所へ。そして普段から水、食べ物、家具、避難所、情報を確認しておく。日本人も地震が怖くないわけじゃないよね。もちろん怖いよ。でも小さな準備があると少し落ち着いて動ける。私は今日水と溶けないお菓子を買います。ちゃんと薬とライトも確認してね。はい、チョコだけの防災バッグはやめます。皆さんの国ではどんな災害に備えていますか？日本に住んでいる方は今日から始めたい準備もよかったらコメントで教えてください。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。